皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はオーダーメイドスクエア水槽を立ち上げて10日を経過いたしました。水草も順調に成長しており、いい感じになってきております。ただよくよく近づいて見てみると、水カビです。これね、アク抜き処理がされている流木のはずだったんですが、出ちゃいました。いくらアク抜きをしていても出るときは出る。というか、水カビが発生しなかった試しはないんで、でちょっと見づらいんですが、いつものあいつも登場しています。そう、青ミドロです。いやー、もうほんとレギュラーの座を譲る気はないようです。水替えも一応ちゃんとやってますが、毎日とかではないんですよね。で、それにライトをつくよみとアマテラスの2台にしたことも原因かもしれません。で、ちなみになぜライトをどちらかに揃えないか分かりますか？アンバランスでかっこいいでしょ？で、放置しているとどんどん汚くなるので、こいつを投入します。究極兵器のヤマトヌマエビ。こいつがいれば青ミドロだろうと水カビだろうと一撃です。水草は根を張っているとは思いますが、引き分け中のソイルを崩されることは必至です。それはなんとか頑張って手入れをしたいと思いますが、ただ一つ心配点があります。それが飛び出し事故です。やっぱり水位を高く保っているので、飛び出し事故は必ず発生します。ということで、こちらを購入しました。ポリカーボネート版です。はい、こちらですね、以前にもご紹介した端材屋さんで注文いたしました。で、これ以前飛び出し事故を防ぎたいということで動画にしたんですが、こちらのポリカーボネート版、皆さんからの評判もよく私も満足しておりました。これで飛び出し事故もかなり軽減されましたし良かったんですけど、実はこれまだ問題点がありました。これ厚さ 5mm で強度も申し分なかったんですが、幅 30mm だとどうしてもたゆんでしまうんですよね。それとストッパーのパーツも厚みがあって水面に触れてしまう。そして最後にこれだと水槽前面と背面のみカバーしていて、どうしてもサイドがガラ空きになってしまいます。それでも四隅はカバーできているので事故の発生は軽減できます。ただこの水槽は全て60センチの幅があるので、カバーできない辺の長さがかなり長いんです。ということで今回はポリカバ M2 ということで改良版を作っていきます。前回のも良かったんですが、先ほどのような反省点もありますので、反省を生かしてさらにいいものにしていきます。こちらが今回のストッパーです。前回の 8mm から板の厚みと同じ 5mm に変更しました。これで水面との間に余裕もできるでしょうし、目立たなくなります。続いてはポリカ版になります。ちなみにポリカ版とアクリル板の違いなどは前回動画にてご覧ください。これはまだ保護フィルムが貼られている状態ですが、ガラス色を選択したので水槽との相性もいいです。そして厚さは前回と同じ 5mm で長さも 600mm と同じ。ただ幅が前回の 30mm から 40mm に変更しました。これ後でわかるんですが、この変更が大正解でした。で、こちらを一度仮置きしてみます。こんな風に水槽の両端に置いてみました。ただこれだと前回と同じでまだまだフリーなところがあります。前がガラ空きですよね。さすがに柳沢さんもシュートは外さないでしょう。水槽の裏側はパイプ類があるのでどうしようもありません。で、画面前面部をとにかくなんとかしたいということで用意したパーツがこちら。両端の板の幅の分を引いた 520mm のポリカ板、これをこんな風に前面に置くことでカバーをします。では早速パーツを組み合わせていきます。ちなみにポリカ板は自分でカットが難しいので、あらかじめ寸法を決めてカットしてもらった方がいいです。またオプションにはなりますが、カット面を磨いてもらうことも可能です。私はただの蓋にそこまでしなくてもいいかなと思っています。こんな感じでかなり透明感もあって美しいですよね。ここで一応注意点もお伝えしておきます。私も以前購入して気づいたことなんですが、ガラス板と違ってすぐ傷がついてしまいます。当然といえば当然なんですが、汚れたからといってタオルなんかでゴシゴシしたら終わりです。私もそのことを忘れて後で後悔することが多いです。汚れた場合もこすらないように優しく扱ってください。基本的にはガラスのように割れる心配はなく安全です。少し大きなものが2つ、そして小さなものが6つ。これをこのアクリル樹脂用接着剤で接着します。これがなかなか扱いが難しくちょっと不安です。もっと手軽かつ簡単に接着できるものが欲しいですよね。まずこちらの小さな容器に液剤を移します。これが難しく、前回は液剤をぶちまける大惨事に、今回こそなんとかこぼさず注ぎたいと思います。皆さんに成長した姿を見せたいと。では行きます。奇跡的にうまくいきました。で、絶対失敗する流れでしたよね。なんかよくわからんが一滴もこぼれず入りました。ご期待に添えず申し訳ございませんでした。ただ入ったはいいが蓋が見つからない。
直前に置いたはずなんですが見当たらないんです。こういう段取りの悪さがいつも嫌になりますよね。はい、とりあえず無事見つかりましたので、これで接着剤の準備は整いました。で、ここから接着していくわけなんですが、今回のパーツはあんまり遊びがなくギリギリサイズです。ちょっとでも貼り付ける位置を間違えるとうまくはまりません。しっかり測って慎重に取り付けたいと思います。正直撮影しながらなんてやるもんじゃありません。今もカメラ位置のせいで無理な体勢で頑張っています。まずこの少し大きいパーツを板に取り付けていきます。位置はこの辺りで板から飛び出して取り付けます。しっかり測って取り付け位置を決めました。で、ここに先ほどの接着剤を針の先から流し込んでいきます。注意点としては決して押したりせず傾けて流し込んでください。そうすると勝手に先から接着液が注がれていきます。流し込んだら数秒で接着しますが、念のためしばらく放置します。ある程度固まったなと思ったら角度を変えて再度接着します。私は左手に持ち替えましたが、皆さんは利き手でやってください。カメラ位置を気にしながらの作業は想像の5倍きついです。とにかく慎重にやらないとめっちゃ汚くなります。万が一失敗しても慌てて拭いたりせず放置する方がマシです。最後にひっくり返して裏側からも接着液を。見ていると簡単そうに見えますが結構難しいですよ。とにかく接着液は思ったより量が出てくるので注意です。反対側には小さなパーツを取り付けていきます。これは以前作ったものと同じでずれ落ちないようストッパーの役割をしています。何度も言いますが取り付け位置をミスらないよう慎重にしてください。とりあえずいい位置に接着できたように思います。これで一つ完成です。全く同じものをもう一つ作っていきます。で、なぜか接着液が出てきません。傾けるだけで出てくるはずなんですが、針の先が詰まっているのかなかなか出てきませんね。キャップをせずに数分放置したらこうなりました。だからといって無理に押したりせず、とにかく慎重に。こうなります。いや、さっき拭くなって言ってなかったかと。とにかく焦ると人間頭が悪くなります。私の場合はもともとです。拭いても液がすぐ固まるので白く汚くなります。もう蓋なし気にせず反対側もやっていきます。ということで2つのパーツが完成しました。で、なぜか手を離してしまいました。とりあえず無事でよかったです。一度置いて確かめます。いやー、完璧でした。で、これだけだと板が乗っているだけですぐずれますよね。先ほどの小さいパーツを使ってずれないよう工夫をします。こんな風に 520mm の板の端にストッパーを取り付けます。ということでストッパー付きの板が完成しました。さあ、どうでしょうか。いい感じにできました。で、ここで余ったパーツがあるのでさらに工作します。600mm の板が2枚と小さなパーツが2つ。これ実はあと2つ必要でした。発注ミスをしてパーツが足りなくなってしまいました。仕方がないので1組だけ作っておきます。で、できたのがこちらです。で、以前のバージョンと比べてみたいと思います。左が以前のバージョンで幅 30mm で、右が今回の 40mm のマーク2です。横並びにするとその差がよくわかりますね。ストッパーの厚みが全然違います。その差は 3mm ですが、これは正直分厚い必要がありませんので 5mm あれば十分ストッパーの役目を果たします。で、幅が 10mm というのもかなりの差がありました。ポリカ板はガラスよりも柔らかいのでたゆみます。以前の 30mm だと結構たゆむ感じがありました。40mm にすると一気に強度が増した感じがします。これが以前のバージョンです。幅 30mm だとどうしてもこのように浮きが生じます。どうしても中央部分がたゆんでしまうんですよね。で、それがマーク2だとどうでしょうか。まだ若干隙間がありますがかなり改善されました。レイアウトにもよりますが、できれば幅は 40mm あった方がいいかと思います。50mm だとさらにいいとは思いますが、水形の邪魔をしたくないと考えると 60cm 水槽なら 40mm がベストかもしれない。普通の水槽ならこのように前面と背面で十分かもしれません。個人的にはかなり満足いくものができました。このオーダーメイド水槽を注文する際にフランジの取り付けも結構迷ったんですよね。当然費用もアップするんですが、これ取り付けてしまうとガラス面などの掃除の邪魔になるんですよね。そういう点からも着脱可能なこれは結構使い勝手がいいですね。ストッパーもそれほど目立っていないですよね。
最近東日本で地震がありましたが、地震による飼育水の流出も多少防げるかもしれません。何より飛び出し事故をかなり防ぐことができる。これが最大のメリットです。実際にこれを取り付けた前後では飛び出しの確率に大きな差が出ています。それでも 100% 防ぐことはできませんが、取り付けてからの事故はほとんど起きていません。ちなみに夜間エアレーションの飛沫対策にもなります。これがなかった時は飛沫を受けるためのタオルが必要でした。一晩経ったらタオルはびしゃびしゃになっていました。接着にはコツがいりますが、費用も高くはなくおすすめです。今回購入したのは送料込み4000円ほどです。詳しくは概要欄に載せてありますので、興味がある方はチェックしてみてください。ということで、今回は飛び出し事故を防ぐためにポリカ板で蓋を作ったという内容をお送りしました。前回のものとは少しバージョンアップしてさらに使いやすくなりました。まだ背面部分をどうするかは次のマーク3に期待です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。